障害者の方のお仕事になる、就労の機会が増えるというようなことを考えています。気軽にこういうものが活用できるようになりましたら、子どもたちの教育の質がとても上がるっていうふうに思うので、やっぱりちょっと気が使いますよね。これは楽だわ。元旦に発生した能登半島地震で甚大な被害に遭った石川県珠洲市。今もその爪痕は残されたままです。6月、珠洲市に住む小学生に向けてあるモビリティに関する学習会が開かれました。一回乗り移ってみようか。乗り移る。はい。すごいな。どうぞ。乗り移る。そうそうそう。で、便座に座る。使います。じゃあ帰り俺乗っていい？それはトヨタが開発している移動式のバリアフリートイレです。一体どういう関係があるのでしょうか。遡ること9ヶ月、50周年の節目を迎えた HCR 国際福祉機器展が東京ビッグサイトで開催されました。およそ380に及ぶ国内外の企業や団体が福祉をテーマにした最新機器を出展しています。会場にやってきました。ご覧ください。ものすごく多くの人が訪れていらっしゃいますね。で、車椅子の方もよく見かけます。外国の方もいらっしゃいます。そんな中、トヨタブースこちらにあります。トヨタブースにもほら多くの方が注目していらっしゃいますね。大きな人だかりができていたのが JUU という車椅子型のモビリティです。おお、すごい。さらに滑らかになってません？車載用のモーターを流用し、階段や凸凹の整地されていない場所でも走行を可能にすることを目指して開発が進められています。こういう凹凸部分もゆっくりと越えていきます。これなら山道や砂利道など階段が登れたり、木の凸凹が行けるなんて、なんか夢に思ってたようなことが実際になってて、本当にすごいなって思いました。階段に登るのが夢だったので、そうなんですね。やっぱりこう通り道と思われてないと車がいけないので、階段登れたらいいなって思ってたので、すごく夢があるという。人が集まってきてますよ。なんだろうこれ、シーウォークシリーズ、トヨタの超小型 BEV って書いてあります。歩くことをアシストする、そんなコンセプトで開発されたシーウォークシリーズです。この日お披露目されたのはシーウォークシリーズの車椅子連結タイプです。ハンドルをグッと押していただくと、これで合体して、もうこの座って乗るタイプとほぼ同じような動きができます。で、実用化されれば新たに電動の車椅子を購入しなくても後付けで利用できるのが嬉しいですよね。すごく簡単に連結されましたよ。自動で引っ張ってくれるものがあると、どんなところで使えそうだなって思いますか？手動と電動の使い分けがしやすいです。例えば狭いところだと手動で行って、で長距離は電動でとか。なるほどね。普通は歩ける人が自転車乗るみたいに、そっかそっか。長距離用に欲しいなと。なるほどね。モバイルトイレ。モバイルトイレってことは、このトイレは移動するってことですね。冒頭で紹介した移動式のモバイルトイレ、ただの動くトイレではありません。コンパクトな設計のため牽引免許が不要で、普通自動車で運ぶことができ、傾斜角
5度のなだらかなスロープは介助者がいなくても上がりやすい設計になっています。さらにトイレは水洗式でおよそ100回利用できます。非常に外から見たらモバイルトイレコンパクトだったんですけれども、こうやって車椅子が入ってヘルパーさんの人が入っても十分なスペースは感じられますね。モバイルトイレのコンセプトは行きたいのそばにトイレが行く。トイレがあればもっと自由に外出できるのにという車椅子利用者からの声が開発のきっかけでした。祭りやイベント、モータースポーツの現場、さらには災害時などさまざまなシーンを想定して開発されています。そんなモバイルトイレで実はとある事業の計画が進められていました。実際にこのトイレを、レンタルするという事業を考えてるんですね。そのレンタル事業をするときにさまざまな手続きだとかする方々を、例えば車椅子にお乗りの方、障害をお持ちの方にそういう仕事も一緒にしていただくということで、そういう方々の雇用といいましょうか、そういったところも広げていけるようにしていきたいなという思いで、我々の開発陣が一生懸命今考えている最中です。モバイルトイレを使い障害のある方への雇用を生む。今回のトヨタイムズではその実証実験の様子もお伝えします。国際福祉機器展からおよそ2ヶ月経った12月、モバイルトイレは広島にありました。東広島市に来ました。こういった農業の現場でもほらモバイルトイレ使われているんですね。農場を運営しているのは障害のある方を対象に農業の就労支援を行う福祉法人アソシエイトファームです。この辺の大きいところから収穫しましょう。こことか、そうまずハサミで根元切って、それ切って、そうもう一本ないね。OK、それでいいと思いますよ。身体障害や知的障害のある方などおよそ10人がここで働いています。これはもう普通の近くのスーパーで普通に並んでます。野菜が切れない限りは毎日植えて毎日取ってるっていう状態です。農業分野での活動を通じ自信や生きがい、そして雇用を創出する農福連携に取り組むアソシエイトファーム。自分たちで育てた野菜を売ったり、ここで培った技術を使い近隣の農家を手伝うことで収入を得ています。こういった農業という場所でもモバイルトイレは活躍できるものですか？やっぱり農業の現場ってどう考えたってトイレがない場所がほとんどです、で近くのコンビニにトイレを使わせてもらうために行くって言っても、やっぱりそれなりの距離が離れてて、農作業手伝いに行ってるのかトイレの送迎してるのか分かんないような状態、障害者だろうが高齢者だろうが女性だろうが男性だろうが関係なく、そこはみんなが活動できる場所になっていける、それを目指すためのツールだっていうふうに僕はこのモバイルトイレは思ってます。近隣の農家での仕事は大きな収入源でもあり欠かすことができません。しかしトイレ問題が解決されても農繁期に左右されるなど収入が安定しないことも事実です。そこで一役買おうというのがモバイルトイレの貸し出し事業です。広島のですね、特別支援学校の子どもたちの校外学習にトイレを提供するというようなことを実証実験します。モバイルトイレのレンタルに伴う設営とか清掃とか案内作業というのが、障害者の方でもできるんじゃないかというふうに考えてまして、それをできると障害者の方のお仕事になる、就労の機会が増えるというようなことを考えています。今回の実証実験では福祉法人がモバイルトイレを所有していることを想定しています。地域の特別支援学校からモバイルトイレの貸し出しを依頼され、学校の校外学習に派遣。事前の準備、当日の設営から撤収までをアソシエイトファームの利用者が行うことで
新たなビジネスモデルを模索しようというものです。実証実験の前日、トヨタの開発チームとともにアソシエイトファームの職員、そして2人の利用者が何度も繰り返し設営や清掃などの練習を行っていました。昨日からそうですね、トータルで3、4回目ぐらいですね。ある程度の指示を出したらもう力になってもらえるレベルでやってもらえてるんで、雇用の機会も増えるんで、ぜひ運用していきたいですね。広島大学内にある博物館には特別支援学校の生徒たちの姿がありました。その頃、今ゆっくりと入ってきました。今日はですね、広島大学の校外学習でモバイルトイレを使うということで運ばれてきました。こうやって止めればいいですから、スペースがあれば簡単にこう移動できるっていうのがね、分かりますよね。トラブルもなく、およそ30分で難なく設置完了です。そこへトイレ休憩をしに特別支援学校の生徒たちがやってきました。モバイルトイレを使った感想は？初めて使ってみてどうでした？中は軽くて、快適で落ち着きました。本当ですか？使いやすかったですか？使いやすかったです。やっぱりイベントとかでやっぱモバイルトイレあったらありがたいなって思いますね。なるほどね。外出先にユニバーサルシートがなくて断念するということも多くあったので、モバイルトイレがあるととても助かります。最近はバリアフリートイレなどが増えてはいるものの、まだまだ困るシーンが多くあるといいます。おむつ替えをする児童生徒がたくさんいますので、そのおむつ替えができる場所っていうのはまず探してから場所を選ぶようにっていうふうにいつもしております。はい、じゃあ行かせてあげたいところがあったとしても、断念せざるを得ない状況っていうのはある？正直なところ多々あります。はい。やっぱトイレっていうのはすごく大きな問題で、なんとかならないかなっていうふうにいつも思っているのはあります。はい。気軽にこういうものが活用できるようになりましたら、すごくありがたいですし、子どもたちの教育の質がとても上がるっていうふうに思うので、とても助かるなっていう思いです。はい。今回の実証実験、広島大学で特別支援教育を学ぶ学生も見学に。まず見た目が綺麗でコンパクトだなというふうに思いました。またさっき中もちらっと見たんですけど、本当になんか綺麗で手すりなどもしっかりあって、すごい技術だなというふうに思いました。公園とかイベントとかで仮設的に置いてあるトイレってよくあると思うんですけど、ああいうトイレってなんか小さくて狭くて、私たちでも身動き取りにくくてというイメージがやっぱり大きかったので、障害がある人がこう外でいろいろ出かけていける可能性が広がるんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。すいません、お集まりいただいて。今回どうでした？すごくありがたい試みだと思いますし、やはりその入り口が福連携っていう部分で携わってここまで来た部分があるんですけれども、やっぱりその地域共生型の社会の実現に向けて必要なそういった機能の部分をこういったモビリティで解決できるっていうことが実際に実証で実現できたというのはすごく大きなことだなと思っています。モバイルトイレの運用は福祉法人だけでは難しい部分もあるため、東広島市では自治体も協力し導入を検討しています。初めての実証実験を終え、今後の可能性について議論が進められていました。
自治体でも主催のイベントって結構たくさんあると思うんですが、そうですね。そういった時に連携をして、使っていただくようなことっていうのは考えられます？そうですね。東広島市の本当地元ネタになってしまうんですけど、毎年1回の酒祭りとかたくさん人がいらっしゃる機会とかもありますんで、もうぜひそういったところに活用はさせていただきたいなとは思っています。観光に来られるお客さんに対してもですね、全てが整っているわけではないという部分もこういったモビリティの部分で解決が図れるのではないかなという期待もたくさんあるので、もしそういった部分が機会として設けていただけるんであれば、活用はどんどんしていきたいなというふうには思っています。外出の機会とか、そこから広がる教育の機会や就労の機会って、決してお金では買えられないものだと思うので、それ以上の価値を感じていただけるととしても嬉しいなというふうに思っています。トヨタでは全ての生きたいを叶えていきたいをスローガンに、福祉の領域で活躍できるあらゆるモビリティの開発が進められています。すでに実証実験が始まっているものがもう一つ。それが公共交通機関での車椅子固定装置です。椅子を今畳んでベルトで固定すると。従来のバスではまず椅子を畳み、車椅子の前後、そして車椅子そのものを3つのベルトを使い安全に固定します。こうした作業はバスの運転士が行うため、負担が大きくかなりの時間もかかります。車椅子ユーザーにとってこの時間は気まずいというのが本音のようです。やっぱりベルト式の最新式のものであっても時間は結構かかるものなんですね。はい、今も5分近くかかりましたね。今日お客さんがまだ少ないんであれなんですけども、通勤の時間のタイトな時間の時にやっぱり電車に間に合わないっていう人が出てくると、やっぱりちょっと気が使いますよね。当然降りる時も同じように時間がかかってしまいます。ありがとうございました。やっぱり10分近くかかっちゃうともう本当に申し訳ない感じですね。はい。2016年にバイク事故で下肢障害となった中垣さん。最近はバスに乗る機会が減ってしまったといいます。そんな声に応えるためトヨタが開発しているのが、ボタン一つで車椅子を固定できる車椅子ワンタッチ固定装置です。車椅子仕様のハイエースにはこれまでワイヤー式の固定装置がついていました。実はこの車椅子の形状によっては、種類によっては形状がまちまちで、フックを引っ掛ける位置がバラバラなもんですから、いちいち探さないといけないというところがありますし、かけ間違えてしまうと、緩みの原因になってしまうと。ではワンタッチ固定だとどう違うんでしょうか。何が違うかと言いますと、車椅子のこの下側にこういったバー、アンカーバーというものが設定してあります。でこれがあることでここを固定するということでワンタッチで固定できるようになっています。一緒です。一緒です。でボタンを押しますと白いフックが出てきました。上がってきたと思うんですけど、フックが出てきましたよ。これでこのフックが出てきた後に先ほどのこのアンカーバーをですね、下に潜り込んで、カチッとなった。カチッと、で音がピーピーって言いますんで、そうなったらこのロックっていうボタンを押すとこれで固定が終わると。もうこれで終わったんですか。しゃがむ必要もなく。しゃがむ必要もなく。押すだけ。押すだけで。へえ、これはシンプルで、しかも頑丈ですね。ワイヤー式とワンタッチ固定装置、比べてみるとその差は一目瞭然です。どの車椅子が来ても同じように固定できないと意味がないので、そういった意味でそのアンカーバーを、ある種の、業界の標準にしてしまおうっていうような活動を
今やってまして、そのためにこれトヨタ自動車だけでは当然できないので、他の車椅子メーカーの方ですとかカーメーカーの方、あとバスメーカーの方も実は入ってもらってまして、同じような企画に向けて、今動き出しているというところになっています。去年の国際福祉機器展ではこのワンタッチ固定装置をバスにつける取り組みも紹介されました。車椅子での生活などを包み隠さず発信している YouTuber の渋谷真子さんも体験しました。はい、通常はフラットになってるんですけども、この状態でこれはスイッチを押すとこうやってウィーンって出てくるってことですね。で上に出てきたところに今度は車椅子を引いていくとここでガシャッと。おお、もうこれでロックは完璧。すごい固定されてる。固定されてる。なんなら介助者がいる方だったら介助者でいいですよっていうのであれば、運転手さんがわざわざこうやらなくてもいいので、これが本当に普及してくれて、もっとそれこそいろんな車椅子でできるってなったら嬉しいです。めっちゃいい、めっちゃ安定する。安定感も。運転手さんも多分助かるし、お客さんもその待つ時間がね、待つ時間が少なくていいですし、でなおかつ車椅子の人もじゃあもっと乗ってみようっていうふうに思ってくれるんじゃないかなって思いました。それから半年、いよいよ実際のバスを使った実証実験が始まりました。協力してくれたのは豊田市にあるバス会社。特別な思いを持って実証実験に参加していました。車椅子っていうのに関しては私どもすごく、障害者の団体さんとも含めて力を入れてやっております。で、その理由っていうのが、2012年今から12年前の8月ですけれど、まさにこの場所、この場で、車椅子の転倒事故を起こしました。当時時間を短縮するためベルトではなくバスに使っていた輪止めで簡易的に車椅子を固定したことが転倒の原因でした。転倒した方は肩を脱臼する怪我をしたといいます。教訓としてやはり今でも私のデスクの横のファイルにその時の事故の対策だとか全て持っております。車椅子を固定する時の注意点、重要性っていうものを、必ず新入社員の教育の中でもお話しさせていただいているということですね。転倒事故を解決するための大きな進化の一つ、時間の短縮。運転士もワンタッチ固定装置には期待を寄せています。我々路線バスの乗務員は運行時間に追われて運行している側面もございますので、従来の方式ですとどうしてもやはり時間もかかってしまう。で、慌ててしまってですね、思わぬ、例えばベルトが締まりが緩かったりとかですね、そういったことも、過去にございましたので、この新しい方式というものがですね、やはり確実に固定ができる。で、短時間で、なおかつ、走行中もですね、全く車椅子が動かない、安定しているといった意味では大変評価できるものだというふうに感じています。気まずさもありバスに乗るのを控えているという中垣さんも早速乗車してみることに。はい、お待たせしました。お願いします。さあ位置に持ってってスイッチを入れて上がってきました。バーにそしてベルトを一つ装着すればあっという間に完了です。発車いたします。発車します。ご注意願います。さあ随分やっぱり所要時間は短かったので、あとはしっかり固定されてればこれは嬉しいですね。結構しっかり安定してますね。全然いいですね。これは楽だわ。ちょっとこの申し訳なさも減るっていう。そうですそうです。バスにねあんま乗らないようにしているというおっしゃってましたけれども、こういうワンタッチ固定が
いろんな車両にこうついてきたらまた気持ちも変わってきますか？もちろんそうですね。やっぱりこう手軽にバスって使えるものだと思うんですね、普通は。だけど私たちがこう使うのにやっぱりこのちょっとこう引け目を感じるところがあったりするっていうのが今までのバスだったんですけど、これがつけばですね、かなりこう気持ち的にもあんまりこう見られることもなく普通にいられるって嬉しいですね。実際に乗ってみていかがでした？快適ですね。もうあとは気を使わなくて済むというのがもう一番のありがたいことです。もうちょっと感動してちょっと嬉しくて言葉が出ないですけどね。はい。実証実験に参加した豊田市の担当者は、今後の展開何か考えていらっしゃいますか？そうですね、やはり今はこの市街地を走る路線ですけれども、やはり豊田市で行くと山間部走るバスですとか、やっぱり運行形態変わってまいりますので、それぞれの路線特性に合わせたりですとか、そういった風で展開ができるといいのかなというふうに思っております。豊田市で進められている実証実験は路線バスだけではありません。車椅子仕様のハイエースを使ったデイサービスでの送迎です。はい、上がります。早い。やっぱりこうやってワンタッチで固定できると全然違いますか？そうですね、やっぱり速いのと、あと確実にロックがかかるっていうので、だいぶ違いますね。固定される側としてはどうですか？安心してられます。最初怖かったけど、この頃は大丈夫。慣れてきた。もう安心してられます。デイサービスでの実証実験はすでに終了しました。使ってみて感じたこととは？実証が終わりまして、今までの固定タイプに戻ってですね、やっぱり時間がかかるなっていうのは実感としてはあります。実用化っていうところではまだまだだとは思っておるんですけれども、ワンタッチの方がもう広まって、いろんな車椅子でも、固定できるようになれば一番いいんじゃないかなというふうに、いつかそういう日が来るといいなとは思っております。現在は規格に合ったアンカーバーが車椅子についていなければワンタッチ固定装置は利用できません。そういった課題を解決しながら開発は今も続けられています。これ私夢がありましてね、まだまだ実現は遠いかもしれませんが、ご自宅を出てから石垣島まで全くストレスフリーにこのワンタッチ固定装置を乗り継いで、ご自身の日頃使われている車椅子で移動していただきたいなと、最後に牛舎ってありますよね、あれにもワンタッチ固定装置をつけたいなと、そうするとまさに行って楽しんでアクティビティ終わって帰ってくるまでご自身の日頃使い慣れた車椅子でご移動いただける、これが目指したい我々の姿なんですね。福祉での取り組みは他にもたくさんあります。その他の取り組みは今後順次トヨタエムズのウェブ記事でもお伝えしますので、ぜひご覧ください。そんな中、すでに実証実験を終え販売開始されたのがモバイルトイレです。今年度中におよそ10の自治体や民間企業が導入を予定しています。着々と実用化に向けた動きが進んでいました。そして広島にあったモバイルトイレは今、1月1日に発生した能登半島地震、開発チームは震災から2週間後に石川県能登町に向かい、役場にモバイルトイレを設置しました。その後は珠洲市の避難所に移動し、現在も被災者の方が利用しています。今も街中に大きな爪痕が残る珠洲市。
避難所を運営する多田さんは当時を振り返りこう話します。避難所っていうのはもう例えば選ばれてきてるんじゃなくてもうドッと来てるんでやっぱり介助の必要な人もいるんですよ。それから足の不自由な人もいるし最初からそういうの不倫にかけて避難してるんじゃなくてたくさんの方いるんでいろんな形のトイレがあるっていうことは非常に避難者にとってはすごく良かったですね。運営する者としても助かりました。避難所に食料を取りに来た女性は現在もモバイルトイレを利用しているといいます。使い勝手は良かったです。良かったです。私はちょっと足が悪いので、スロープになってるのが良かったと思います。中の広さ。中の広さも十分で、私にはもったいない感じでした。はい。この日は珠洲市の教育委員会からモバイルトイレを使って SDGs の取り組みを子どもたちに教えてほしいとモバイルトイレの開発チームが招かれました。今までは避難所とかあったらトイレはどうしてたの？外で仮設か。高台のところで寝てました。行った？トイレあった？ありません。トイレなかった？けど次の日、トイレ作りました。作ったんだトイレ。こういうトイレが地震とかが起きた時に近くに来てくれたらどうですか？嬉しい。嬉しい？やっぱりね、そういう普段から施設に置いといたとしてもいざという時に動けるっていうのは武器ですよね。そうですね。もう今回の災害もそうですけど、やっぱり普段から使ってもらってそれで馴染んでいることが災害時にもみんなが認知していて使えるってことにつながると思うので、普段から使ってもらう、災害でも使ってもらう、そのために簡単に動かせて誰でも簡単に設営できるようにしているというのがこのトイレのコンセプトです。